Bonjour! 今回の動画はまず2023年秋のノートルダムからスタート。その近くの通りを歩いていましたら、こんな可愛らしいベレー帽の女の子に遭遇しました。この日の私の目的地はこちら、ラ・ダム・ドゥ・パリという名前のカフェです。こちら2023年にオープンしたという新しいカフェ。一見して爽やかで、それでいてとってもパリっぽくて素敵だなと思って工事中から眺めていました。ここにノートルダムがあるんです。すごく近いでしょう。こういうちょっとしたディテールもとても気が利いていると思います。店内はこんな感じ。壁紙とか照明もフェミニンで柔らかい印象です。バーカウンターの上の美味しそうなものに目が釘付けになりました。クロワッサンも美味しそうですよね。全部お店の中で作ってるんですって。こちらにも魅力的なものがあります。パリブレストシュトロペジェンヌもありますね。テラス席での朝ごはん、私がオーダーしたのはカフェクレームとクロワッサン。いかにもカフェのご飯の王道でしょ。もう見るからにパリッとした生地のクロワッサン。もう早速失礼していただきますよ。音が聞こえましたか？こちらがこのカフェのオーナーマダムステファニーさんです。素敵な女性でしょう。もともとここはカフェだったんです。前のお店の名前はカジモドという名前のカフェだったそうですが、この度新しくしてラ・ダム・ドゥ・パリという名前のカフェにリニューアルしました。そしてカフェのお向かいにはパティスリーも開きました。ノートルダムの火事のことを伺いました。L'incendie, c'était le lundi 15 avril 2019, une journée où on avait très bien travaillé et ensoleillé, magnifique, une belle journée. Et à 19h, on m'appelle pour me dire que Notre-Dame prend feu. Donc après, ça a été 4 ans et demi de galère, très dur. Plus de touristes, plus de personnes qui pouvaient passer avec les travaux. Donc là, ça va un petit peu mieux, mais ça a été 4 ans et demi assez compliqué. 4年半もお店の営業ができなかったってかなり大変なことですよね。でもその時期を耐え忍んで晴れて再生。カフェだけでなくパティスリーも開いたというわけで、そちらの方もステファニーさんに案内してもらおうと思います。私がとってもいいなと思っていたこのデコレーション、これを専門にできるプロがいるんですって。ルシアン・エルという名前だそうです。これね、ガラスの内側に金箔を装飾しながら描いている絵なんだそうです。昔のパン屋さんだったりしたブティックでは時々この装飾まだ残ってたりするんですけれども、
こうして新しく作る職人さんがまだちゃんといらっしゃるんですね。とってもフランス的ですよね。Voilà, je voulais en fait un café pour les Parisiens, pour les Français, pour les touristes, pour tout le monde. Élégant mais pas trop classe, agréable, voilà. J'espère qu'on a réussi. 私はとっても好きnaコンセプトですよ。カフェではどんなものがいただけるんですかと伺うと、On fait la bonne cuisine française, mais après on garde les plats qui plaisent aux touristes, la soupe à l'oignon, les escargots. Et puis là, on a fait beaucoup de pâtisserie du coup avec la boulangerie-pâtisserie. On a les standards français en pâtisserie, le chou, le Saint-Honoré, le Paris-Brest, la Tropézienne et les croissants. Très bien, ok. というわけでこちらが新しくできたパティスリーの方ですね。テイクアウトができるサンドイッチ、ずらりと並んでいます。先ほど私がいただいたクロワッサン、これテイクアウトできるんですね。新しくできたお店ですけど、古き良きパリの雰囲気をちゃんと織り込んでいるという内装です。ここにはワローナのチョコレートがあったりします。これパリのお土産にもいいんじゃないかしら。つやつやと美味しそうなカヌレもありました。カフェから歩いてすぐのところにこの風景があります。ノートルダム大聖堂一大修復プロジェクト進行中です。ステファニーさんがおっしゃる通り、この辺りしばらく人が全く歩いていない感じでした。火事の後コロナがありましたからね。でも最近はお店も開いてきていますし、ツーリストの姿も見られるようになってきました。そしてこちらはあれから3ヶ月後の2024年1月のノートルダムです。だいぶ足場が高くなったでしょう。そうなんです。銭湯の部分の骨組みがほぼ完成しているらしいんですね。私のとっておきの映像をご覧に入れます。2023年12月、銭湯の骨組みの上に王冠のようなもの、そして金色に輝く十字架が据えられているのを目撃しました。 iPhone で最大限に拡大した画像です。再び2024年1月、これはセーヌの対岸の方から見たところですけど、銭湯がずいぶん高いのがわかりますでしょう。そして私はこの日ちょっと面白いものを発見しました。それがこちらなんですが、木組みの屋根の土台の上に枝のようなものが結びつけてありますよね。しかもその周りをドローンが飛んでいました。パリの上空は基本的にドローンを飛ばしたりするのは禁止なんですけれども、きっとこれはノートルダム再生プロジェクトの一環。建築途中の風景をこのドローンが撮影しているんでしょうね。それにしてもこの飾りは気になりますよね。ネットでちょっと調べてみましたら、これ屋根の部分の骨組みの完成を祝って花束が据えられたんですって。ミモザの花束だったようです。
これを取り付けるのは伝統的に一番若い職人さんの役目なんだそうです。こんな風にして工事現場のすぐそばの位置まで私たち一般人が近づくことができるんです。それにしてもこの辺り、火事の時相当怖かったでしょうね。シテ島の人たちに退去命令が出たというのはもっともだろうと思います。今日は改めてまたあのカフェに行ってみたいと思っています。10月に訪ねた時、ステファニーさんはもう少し改装していく予定なのよと言っていました。それがきっと出来上がっているはずです。カフェはこの道を歩いていった先にあります。実はこの道はノートルダム大聖堂とパリ市庁舎を結ぶ通りです。火災の最中には大聖堂の中にあったたくさんの宝物をこの道を通ってパリ市庁舎へと運んで避難させていたんです。今ののどかな風景からは想像もつかないですね。見えてきました。今日は風が強くてちょっと寒いんですけれども、テラス席が出ていますね。私の今日のお目当てはこのカフェの方ではなくてパティスリーの方です。直接行きますね。そうそう、クレープを外から注文できて、中で作っているのがちゃんと見えるような大きな窓をつけるっていうふうにステファニーさんは言っていたんですが、どうやら完成していましたね。こちらの男性、とても快く私の撮影を承諾してくれました。いつもあなたがクレープを作っているの？と尋ねると、なんとこの彼は始めたばっかりなんですって。カフェのギャルソンさんとしての仕事をしたり、クレープを焼いたり、マルチに活躍しているようなんです。C'est mes toutes premières crêpes, on va dire. Ça va, elle est belle. Oui, très bien, très bien. これ僕の初めてのクレープなんて冗談言っていますけれども、確かに一生懸命丁寧に作っている感じが伝わってきますよね。鉄板に生地がくっついてしまわないようにとっても気を使っている様子です。成功しましたね。よかったです。Est-ce que vous êtes content? Ouais, je suis plutôt content. Ouais. Très bien. Oui, ça a l'air bon. Ah, c'est très bonne. Alors, donc ça sera Nutella. 彼が持ってきたのはヌテラでした。これとってもパリだと人気があるんですよね。Nutella banane. Nutella banane aussi, ouais. 彼曰く自分がオーダーを取っている間だとヌテラバナナっていうのが一番人気なんですって。はい、これで出来上がりですね。お店の中に入ってみましょう。
今日はいきなりシューケットが目に入ってきました。このシューケット、以前はパリのパン屋さんの定番だったんですけど、最近はどこにでもあるっていうのではなくなってきた気がします。キッシュやクロックムッシュもすぐここで温めてテイクアウトできるようになっているんですね。これはパリの老舗アイスクリーム屋さんベルティオンのアイスクリーム。マドレーヌにフィナンシエ、パンオレザンにクロワッサン、どれも王道のパティスリーで、ケーキも健在でしたね。私は次はここからテイクアウトで何か買ってみようかなと思います。お店の中には相変わらずパリのお土産になりそうなお菓子も揃っています。そしてこの間と変わったところは、寒い時期だからでしょうか、中でも食べられるようになっていました。テーブルと椅子がなかなか可愛いと思いませんか？さて私もこちらのクレープを味わってみたいと思います。さっきの男性はちょうどお昼休みの休憩時間ということでタッチ交代。カフェからギャルソンさんがやってきて私のクレープを焼いてくれています。あれ、この男性に見覚えはないですか？そうなんです。10月にテラスで朝ごはんを食べた時、サービスしてくれたのがこの方でした。私はこのギャルソンさんにどうやら縁があるようです。彼もギャルソンさんとクレープを焼くのと両方できるんですね。いい具合に焼けました。そしてこれ何してると思います？バターを塗ってるんです。私がお願いしたのはベーシトロン、バターレモンです。私はクレープはお砂糖だけとかレモンをちょっと添えたものとか、どちらかというとさっぱりめのクレープが好きです。こちらのはこうやってレモンがシロップ状になっているんですね。なるほど、これならレモン汁を絞るよりもびしょびしょにならないっていうことなのかな。ギャルソンさんがさっきの席まで親切に持ってきてくれました。Merci. D'ailleurs Merci. Un café allongé aussi, s'il vous plaît. アメリカンコーヒーも一緒にいただきたいと思います。大変大変。シロップが出てきてしまいました。これはもう早く食べなくちゃダメですね。ふんわり柔らか、温かさもちょうどよくて、スルスルと食べてしまいました。このラッピングもなかなか可愛いですよね。もちろん完食でございます。2度あることは3度ある。多分私はまたこのギャルソンさんにお世話になることでしょう。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。この動画が気に入っていただけたらいいねボタン、そしてチャンネル登録をしてくださると嬉しいです。コメントもとても励みになります。ではまた次回お会いいたしましょう。アビアント。